どうも皆さん、おはこんばんにちは、麻生です。今日もこのチャンネルに遊びに来ていただいてありがとうございます。多分今日が、自粛期間中最後のスイムレクチャー動画になるかと思います。何かのチャンスや、誰かの、ご好意によって、撮影のチャンスがあればまた撮影していきたいと思いますんで、それが叶った場合は、自粛期間中でも、新しいレクチャー動画がアップされる可能性はありますけれども、はい、続かなくなったらそういうことだと思ってください。で、今日なんですけど、最近ここ1、2年ですね。ここ1、2年で僕のことを知ってくれた方というのは、僕の、飛び込みというか、スタートですよね。スタートって言ったらこういうイメージの飛び込みを想像されると思います。よーはい。ただこれですね、2016年いや2016年2017年ぐらいの時点ではこういう飛び込みなんですよ。どうぞ。並べてみるとこうなります。はい。さらにスローにするとこうなります。はい。いかがでしょうか。全くもって多分別人ですよね。なのでこっから今のスタートにこう変えていくまでというのは、結構時間もかけましたし、結構たくさんのステップを踏んでいきました。まだ全然ねやりたいことには到達しきってないんですけれども、その辺を、少し今日は解説していきながら、上から手回してくる手のスタートの形のことを、バタフライっぽいのでバタフライスタートって呼んだりするんですけど、そっちのスタートにちょっと挑戦してみたいという方向けに、僕はこういうステップを踏んでバタフライスタートができるようになっていったよというのを、1個紹介させていただこうと思います。正直言って今回紹介するステップだけがね、踏んだステップではないんですけれども、はい、ちょっと紹介していきます。はい、というわけで少し画面を使って説明していこうと思うんですけれども、まずそうですね、今までの僕のスタートっていうのは、こちらの映像のように、腕をねこう軽く引くんだけれども前側から持ってくるという形のスタートをやっていたので、これをバタフライスタートにするってなると、上から手をね回してくるように動きを変えていかないといけないと、ちょうどここで今並んでますけれども、こういう状態ですね。はい、もう一回スローになりますけど、これは飛び込み出してくれてるのは、よく一緒に練習してた阿部さんという方の声なんですけど松井秀喜のモノマネをしている花輪さんみたいな感じになってますねこれ本人に言ったらちょっと失礼になっちゃうんですけど、はい、なのでこの上から手を回していけるようにしていくために、僕がやったことですね。主なドリル練習はこちらになります。もう一回いきましょう。はい、リレーの引き継ぎのような感じで、こう上体がね起き上がってる状態から、ギャグじゃないですよ、上体が起き上がってる状態から腕を振っていって飛び込んでいくっていう練習をやっていきました。この飛び込みの時にこういきなりね手を下から構えたこの状態ですね。手をいきなり下から構えた状態から行こうとすると、この最初のアクションのところで上半身をねこう起き上がらせていくっていうのが、腕がこう下の台のところに引っかかっているがゆえに難しくなってしまいがちなんですよね。なのでこの状態が起きてるところから腕を前回しですね回していって、下に
振っていったタイミングで自分の体を、沈み込ませていって、これちょっと正直ね沈み込みすぎなんですよね。ちょっと膝曲がりすぎちゃってるんであんまりやりたい動きには正直なってないんですけど、この前から回していくタイミングで踏み込んでいって、そのまま腕を後ろから回していって中に入っていくと、こういう練習を何回もやりました。これで踏み込みながら上半身を起こしていって、そこから腕を後ろから回していってストリームラインを組んでいくところまでというのを何回も何回も結構練習してたんですよね。でこれで感触をつかんでから実際に構えたところからやっていくと。もう一回いきましょう。はい、もうこれはね、比較的最近撮った映像なので、腕を回していくときにこう回しながらね腕がちょっと曲がっちゃうみたいなことはないんですけど、ただこう散々腕を振って入っていく練習っていうのをね、これやる前は実際に飛ぼうとするとちょっと肘曲がっちゃったりとかしてね、映像とかで見ると全然腕伸びてないじゃんみたいなのが結構多かったんで、何かいい方法ないかなと思いながら探していった結果がこれだったんですね。で、これでもやっぱり最初のうちは、これはねもう仕上がってる後なんで、肘がね回しながらこの瞬間で曲がってしまってるっていうことはないんですけれども、最初のうちはあんだけ腕振って練習したのに実際に構えて飛んでいこうとするとちょっと肘がこうやってね曲がっちゃってるみたいなことが結構ありまして、でそのたんびにこの行ったり来たりしながらね少しずつこういう腕の回し方ができるように練習していったっていう感じですね。はい、これまた一通り解説が終わった後に大きな画面で見てもらえるようにこうしっかり書き出したものをね見てもらいますけれども、フォームをね改善しようとする時っていうのは、僕の場合で言うともう多分17、8歳ぐらいから最初に見せたような感じの飛び込みをやっていたんですね。で大学4年間があって、17、8歳から22歳だから4、5年ですよね。4、5年そのスタートをやっていて、で復帰したのが約10年前で2017年ぐらいまで、なので、約3年前ですね。だから、5年プラス7年で12、3年この最初に見せたような飛び込みでレースしてたんですよ。レースしてたし、実際に泳いでいた。なのでその十何年というものをそこに染みついたね動きの癖というのを新しくこう組み替えていくというのは結構骨が折れる作業で、本当に苦労したんですけれども、だからこそね今皆さんにこうやって説明できるような形でこうね公開することができると。なので、ぜひ飛び込みのね動作を改善したいという方で段階によりますよ。まずこうちゃんと入れるようにしないといけませんから、そこでつまずいてる方はねこんな腕振ってやったらもう腹打ち確定ですから、それはもっと前段階を踏んでほしいんですけれども、飛び込みの動作ある程度できるようになって競技会に参加するというレベルの方で、その動作を改善していきたいという方は、いきなりねこう下をこう握ったグリップした状態でやるのではなくて、もうちょっと難度を下げて、もう少し状態がねこう起き上がってるところから腕の動きにフォーカスして練習してあげると結構うまくいきやすいですので、ぜひ、今泳げないですけど今泳げないですけどプールが再開してまた飛び込み練習ができるようになった後には、ぜひこういった感じでね段階を踏んで練習していただければいいかなと思います。画面が小さくてよく見えなかったと思うので大きくしたものを流して、それで今日はお別れにしたいと思います。ぜひサブチャンネルの方にもね遊びに来ていただいて、サブチャンネルの方も登録者数1000人くらいいけたらいいなっていう感じですね
そんな感じでまあ今後ともねよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。